皆さんこんにちは。グリーンノートの上間です。現在コロナウイルスの影響により、外出がなかなかできない状況が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年はですね、家にいる時間がおそらく長くなっていると思いますので、植え替えは、はかどっているのではないかなと思います。しかし、花を見る機会、そして、談義をする機会、これは大幅に、減っているのではないかなと想像しております。そこでですね、この度、動画の配信を、してみることに、始めることにいたしました。内容はほとんどパフィオに関係することが大半になるかと思います。あまり凝ったことはできませんが、ご興味がございましたら、ご覧いただければと思います。それではですね、まず、今回第1回目はですね、今現在温室で咲いている、パフィオの、デレナティの中のですね、大輪の形の非常にいい個体、ハイデンパワーといううちで入賞した個体があるんですが、これを、ちょうど咲いておりますので紹介しようと思います。はい、こちらの花になります。これはですね、なんとですね、片親はビニカラーなんですね。で、NN ナンバーワンという非常に形のいいノーマルの個体と、ビニカラーレッドナイトという個体を、交配したシブリング、いわゆるハーフビニカラーのクロス、半分片親がビニカラーを使ったクロスから出たものになります。でこれは神奈川のある趣味家の方がもう随分以前にちょうどビニカラーが出始めた頃に作られた、シブリングから出たものです。で、現在のサイズがですね、この NS のこの横幅ですね、これが、現在が、10.2センチ、そして、ドーサルの幅、これが 3.7 です。そしてこのペタルの幅ですね、ペタルの幅、これが、5.4センチですから、かなり大きいです。ですけれども、最大時はですね、ドーサルが4センチありました。そして、ペタルの幅も5.8センチを記録しておりますので、今回も最大時ほどは、これでも大きくはないんですね。これはですね、株は大体こんな感じです。非常に大柄な株でして、葉っぱが硬く肉厚です。で株姿もかなり迫力があります。そしてステムもやはり太いですよね。これはですね、この実生のですね、もう最後の非常に成長の遅かった、最後のグループの中から出ました。もう残り10株ぐらいになった中から、これが出ました。他の個体と比べますと明らかに株も大きいですし、花の迫力もこれ1個体だけが、抜きに出ていたような感じです。で、これはですね、2011年に、80ポイントで、SMJOGA に入賞しております。その後ですね、何度か花咲いているんですけれども、この個体のいいところは、何回咲いても、多少その時によって、大きい小さい少しあるんですけれども、ほぼこのフォーム、この雰囲気で咲いてくれる。そこが非常に私は気に入っております。でデルナティの大輪個体、巨大輪の個体というのは、大体何回かに1回だけその、個体の持っている本来の能力、これが発揮されるんですけれども、そうでない時というのは、
普通よりちょっといいかなという程度で終わることが多いんですけれども、この個体に関しましては何回咲かせても大体ほぼこの雰囲気で咲いてくれております。で、おそらくですね、その成長が遅かったということと、それから先ほどご紹介しましたこの株の木の特徴から言いましても、この個体は倍数体ではないかと思います。そして、これはですね、これまでですね、この母体としては、母体では一度も種が取れておりません。で、セルフも2回、トライしましたし、他のものもかけてるんですけれども、母体では一度もこれは成立しておりません。ただ、幸いなことにですね、花粉の方は、使えるんですね。で、何回かに1回、それほど量は多くないんですけれども、種が取れておりますので、幸いこの次の代を作ることは、できているというところです。ですので、これはそういったことから言いましても、3倍体個体ではないかなという気がします。あまり粘性は高くないですよね。それでですね、このデルナティは、特に花の大きい個体ほど、やはり、全部が同じそのパーツがどういうんですかね、フラットにあまり反らないで、いる時間というのは、咲いた時はピッと一回張るんですけども、だんだん崩れてくることがやはり多いんです。で、この個体はほぼ花最後まで、形があまり崩れないです。で、横から、もうこれちょっと縁が少し茶色くなってますよね。もうピーク過ぎてるんですけれども、このぐらいですよね。そして後ろよく見えます。ご覧になれますでしょうか。大抵時間が経ちますと、このドーサルの縁がですね、後ろにある程度は反るものなんですけれども、この個体はほとんど反らないです。で、咲いた時からですね、どちらかと言いますと、このドーサルが前にかぶさるような、そんな形で開花しますので、非常に格好がいいんですね。で、このドーサルの幅がですね、皆さんはよく NS とかペタルの幅気にされるんですけども、私はこのデルナティ結構ドーサルの幅大事だと思っております。で、ドーサル幅がですね、やはり4センチぐらいある個体は非常に迫力を感じます。で、そのぐらいありますと、必然的にもうこのペタルドーサルの縁、それからペタルがかぶりますので、やはり非常にかっこよく見えますね。ですから、そのドーサルも、これはドーサルが一つポイントの個体かなという気がします。それからもう一点はですね、この真ん中のこのスタミノード、これがこの個体は大きいです。通常より大きくて、そして、ご覧のように非常に色が鮮やかなんですね、スタミノードの。ですので、これも一つポイントかなという気がしますね。ちなみにですね、ちょっと今横に並べてみますけれども、こちらもですね、これビッグという台湾の有名な大輪個体なんですけれども、こんな感じかな。すいませんね、ちょっと手動でね、こんなことやってるもんで、はい、このぐらいで。こちらも10センチを超える非常に大輪の、大輪として有名な花なんですけれども、このスタミノードのバランスお分かりでしょうかね。やはりこちらのハイデンパワーはこの真ん中のスタミノードがとてもまず大きいんですよね。で、色も非常にくっきりしてますので、こちらも非常に大きい個体なんですけれども、スタミノードがすごく目立つのがこのハイデンパワーという個体の特徴かと思います。そして映像ではちょっとご紹介できませんけれども、この花粉塊がですね、この個体はデルナティとしては非常に大きいです。ですから交配するので花粉を外した時におっと思うぐらいちょっとやはり大きいですね。それからこれも残念ながら映像でご紹介できないことなんですけれども、
香りがこれ非常に強い個体です。ですんで、バラのちょっと香りに似たような、かなりデレナティはまあ基本的に香り、パフィオとしましては香りのある種類なんですけれども、この個体は特に強く香ります。そんなことでですね、まあ今あるデレナティの中ではとりあえず、トータルバランスではこれがまあ一番いいかなと、私は思っております。で、なるべく、無理をさせないように、枯らさないように、して、さらに作り込んでいこうかなと思っております。それではですね、今回は、このデレナティのハイデンパワーという個体を紹介させていただきました。ご視聴いただいてありがとうございました。